こんにちは。今日はパニック障害と15年以上向き合ってきた私の経験と付き合い方ということで、パニック障害について話してみたいと思います。この動画は私がどんなに苦労してきましたっていうことを話したいのじゃなくて、同じ状況にいる人とかパニック障害に今悩んでる人が見て、自分は一人じゃないんだって感じてもらえたらいいなと思って撮りました。あと今私もまだ全然完治してなくて、また最近ぶり返したりとかしながら向き合っている状態なので、その仲間の一人として見てもらえたらなと思ってます。で、一番悪化した時に私も YouTube のパニック障害を発信してる方とかネットの情報とかを見てかなり救われたりしたので、私の情報もそのネットに落ちてる情報の一つとして参考にしてもらえたらと思ってます。で、内容としてはざっくりパニック障害との歩みですね。15年以上付き合い続けているので、その私の歩みをざっくりとあと病院に通ってたりするので、病院とあと薬物療法をしているので、薬との向き合い方、あと最近の現状とか向き合い方と、パニック障害と向き合っていくマインドみたいなのをシェアできたらなと思ってます。で、見る前に本題に入る前に、もし今パニック障害を抱えている方がいらっしゃったら、ぜひ無理をせず自分のペースで見てください。私も他の方の動画を見てる時にそれで心拍数上がったりとか発作を起こしかけたりとかすることあるので、ぜひ無理なさらず休憩しつつ自分の体調を第一に、見てみてください。で、簡単に私のパニック障害との付き合いなんですけど、最初にパニック障害を発症したのが高校生の時ですね。で、その後はしばらくなくて、また、大学生の時に悪化しました。東京の大学に通ってて、全く電車とかバスも乗れなくなっちゃったので、その時は、親に原付を買ってもらって、原付で片道1時間かけて大学に通うっていう生活をしてました。東京はやっぱり電車に乗らないとどこも行けないので、結構大変でしたよね。住んでる方大変だと思うんですけど、結構大変でした。で、一番悪化したのが2022年ですね。それまでも良くなったり悪くなったりをずっと繰り返してるような感じで、2022年に一番悪化して、でその時は、公共交通機関には一切乗れなくなって、で車も高速道路は乗れないので、もう、家の周りをちょっと走るぐらい。あと美容院と歯医者も発作を起こしてしまうような感じだったので、その時期は、自分で髪を切ったりとかもしてました。で、私は結構外を出たりするのが好きなので、どこにも行けないっていう、凄まじい閉塞感と絶望感の中にいましたね。でそれが2022年で、そこから、病院に行ったりとかして薬物療法で治療して、で2024年に回復して、本当に何年ぶり ?8 年ぶりとか10年ぶりぐらいわかんないんですけど、やっと一人で飛行機に乗れたのが2024年の12月ですね。に飛行機にやっと一人で乗れるようになって、本当に嬉しかったです。で、去年2025年にはまた久しぶりに、海外旅行にもまた行けるようになるっていう感じですね。はい、それが私の、ざっくりとしたパニック障害との、歴史です。で、いろんな治し方があると思うんですけど、私は今のところ薬物療法を選んでいて、2022年に心療内科、札幌の市内の心療内科に行って、お薬を飲んでいます。で、今も飛行機乗れるようになったって言ったんですけど、その頓服薬なしでは飛行機には乗れないです。でも薬飲んで好きなところ行けるなら全然飲むわっていう感じなんですけど、私のその薬に詳しい友達とか、何人かからはやっぱ薬をやめた方がいいというふうに言われてて、それももちろんその意見もわかるんですけど、結局自分で何を選ぶかですよね。
私はそのどこにも行けないっていう閉塞感と、あと一度飛行機の中でパニック発作を起こしてしまって、キャビンアテンダントさんに降ろしてくださいって泣きながらお願いしたことがあったりしたので、もうそういう恐怖感とどこにも行けない閉塞感に悩むなら、まずは薬で自由になりたいっていうのを選んでます。でも薬はやっぱり本当に慎重になった方がいいのはお伝えしておきたいっていうのがあります。その精神科の抗不安薬とかは強いものを飲んでしまうと依存症になったりとかして、それで結構人生狂っちゃうみたいな人も聞くので、本当に薬は慎重になった方がいいです。で、私はそのお医者さんを探す時に結構その薬に慎重な先生っていうのを探して、で予約していって、薬を処方してもらった時に薬剤師さんにも聞いて、薬は心配なんですけどって言ったら、その薬局の薬剤師さんもここの先生はかなり薬には慎重な先生なので信頼して大丈夫だと思いますよっていうふうに言ってくださって、それで治療を始めたっていうのがあります。なのでなんか薬剤師さんとかにも相談するのもありなんだなっていうふうにその時思いました。で何を飲んでるかっていうと、2022年のその時から2024年の飛行機に乗るまで通ってたんですけど、その間は毎日飲むやつですね。こう精神が安定するやつかな。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、それを少しずつ最初少ない量から増やしていって、まただんだん減らしていってっていうのをお医者さんの指示のもと飲んでました。でそれの他に頓服薬、私エレベーターとかもその時ダメだったので、エレベーターとかなんかこうとりあえず街に出るっていう時に頓服薬を2種類もらってて、で弱い方と強い方があって、弱い方がタンドスピロンっていう薬なんですけど、と強いのがロラゼパムっていう薬で、なるべくタンドスピロンを飲むように。ロラゼパムはちょっと依存強いので繰り返し飲むと依存症になっちゃうので、なるべく飲まないように。でタンドスピロンちょっと今日は大丈夫かなって不安がある時とか、何か長距離移動がある時とか、なんか乗り物に乗らなきゃいけない時は1時間前とかその先生から指示したタイミングで薬飲んでおいてっていう風に。でさらにちょっと不安が増すっていう時はタンドスピロンをもう1錠飲んでっていう風に、これも病院の先生の指示に従って飲んだ方がいいんですけど、そういう風にして飲んでます。でこれは今も飲んでますね。それが手放せたことはないですね。その病院通ってからは。その毎日飲むのはもう今飲んでないんですけど、頓服薬は肌身離さず持ってるっていう感じです。で本当にパニックになってた時にロラゼパムっていう強い方を飲むっていうのをやってます。本当にあれの発作を起こすのが本当に一番嫌なので、それを起こさないようにっていう風にして薬を飲んでます。で最近またちょっとぶり返してきて、前は電車とかも全然平気になってたんですけど、ちょっと前まで沖縄にいて、沖縄のモノレールにも乗れなかったりとか、あとエレベーターも最近ちょっと心拍数上がったり、あと高速道路でもちょっとパニックになりかけたりとかしたので、少し悪化の兆しがあります。でもだいぶ慣れてきたので、昔のような絶望感はなくて、なんかまた腐れ縁の友達みたいな感じで来たらまた来たかオッケーオッケーみたいな感じになったのがすごく大きいですね。でこれがまたちょっともし悪化したらまたお医者さんに通おうかなって思ってます。それかなんか違う療法があったら薬じゃないやつがもしあったらそれをやってもいいし、なんかいろいろ試していこうかなと思ってます。でパニック障害と付き合っていく時のなんかマインドシェアできたらって言ったんですけど、さっき言ったみたいに
仲のいい友達みたいな感じで OKOK ってまた来たのねみたいな感じで捉えるのもそうですし、あとなんか結構ひどかった時はやっぱり周りの目とかも結構気にしてたから、パニック障害があるっていうことで何か自分が欠けてる人間っていうか価値が自分が下がるみたいな風に思ってたんですね。こんなパニック障害を発してしまう自分がダメだみたいな感じで思ってたところもあるんですけど、もう今はもうはっきりともうそうじゃないということがわかるので、もしそういう風に考えてる方がいたら、そのパニック障害があるっていうこととあなたの価値は全く何も結びつかずにつきませんので、本当に全然パニック障害があろうがなかろうがみんな最高ということで、そこら辺はあんまり気楽に捉えていくのがいいんじゃないかなって思ってます。あとなんかパニック障害は10人に1人が経験してるっていうのもなんか読んだんで、なんかみんなで結構いますよね、10人に1人って言ったら。だからみんなで気楽に向き合っていけたらと思ってます。はい。でなんかパニック障害だっていうことを話すと経験したことない人からはどういうふうにどういう感じなのとか、どういう時にそうなるのとかって結構かなり聞かれるので、なんかそういうのも今度シェアしてみたいなと思ってます。じゃあ楽しくパニック障害とお付き合いしていきましょう。ありがとうございました。